皆さんおはようございます。本日は包丁ごとの野菜の切り方パート1ということでやっていきたいと思います。はい、本日伝えたい内容は4つの切り方、輪切り、半月切り、いちょう切り、くし形切り。こんなん当たり前にできるだろうと思ってると思うんですけど、なぜそういう切り方をするのか、そしてその切り方のコツですね、そういったのも詳しくやっていくので、ぜひ覚えて帰ってください。今回伝えたい内容は野菜の切り方なんですけど、野菜の切り方ってもう僕が思う範囲でこれくらいあるんですね。パッと思い浮かんだ範囲なのでちょっと他にもあるかもしれないんですけど、本当にこれだけあるんですよ。今回はこのうちの4つをメインにやるんですけど、他のも全部また動画数回に分けてやっていくので、気になる方はまた動画見てください。はい、では今回の動画を見て得られるメリット2つ。1つ目、その切り方がどういった切り方なのか、その切り方をすることでどういったメリットがあるのか理解することができます。で、2つ目、包丁の種類ごとの扱い方。一応ここに三徳、薄刃、牛刀、中華とかペティとかいろいろ並んでるんですけど、その包丁ごとの扱い方ですね、切り方とかそういったものをやっていこうと思います。はい、それでは今回もやっていきましょう。はい、改めて今回もよろしくお願いします。キテレツ食堂の大入と申します。では早速やっていきます。まず輪切りなんですけど、輪切りっていうのはみんなわかると思うんですけど、そのままこういった丸い食材をそのままぶつ切りにすることですね。この輪切りをよく使う食材としたら大根、人参、きゅうり、れんこん、ナスとかトマトとかそういったものですね。こういった食材に結構使ったりします。ではもう早速やっていきます。きゅうりでちょっと今回やります。まずちょっとヘタを落として、でそのまま、はい、これが輪切りです。はい、輪切りはこんな感じなんですけど、輪切りの中の一緒に小口切りっていう切り方があるんですね。小口切りっていうのは細長い食材を端から均一な幅で切り進めることです。説明するよりもやった方が早いのでちょっとやっていきたいんですけど、もう簡単に言うと輪切りの細かいバージョンですね。ではやっていきます。はい、これが小口切りと言います。で、小口切りをよく使う食材といったらきゅうり、ネギ、みょうが、だいたいこの3つくらいですね。はい、ではこの小口切りの包丁ごとの使い方、今はこういう三徳包丁であって突き切りという切り方をしたんですね。こういう三徳包丁で小口切りをするってなったらだいたい3種類ですね。今やった突き切りか、それとも押し切りか、それとも引き切りっていうのがあるんですけど、どれでもいいです。その切り方説明すると、突き切りっていうのがこういう感じで平行に動かすんですね。平行にまな板から包丁を離して、でそのまま突くっていうイメージです。で引き切りっていうのは逆で平行にまな板から離れてそのまま引きながら切るっていうイメージです。で押し切りっていうのがまな板から包丁を離さないんですよ。こういう切り方をします。これが押し切りです。では実際に切ってみますね。まずさっきやった突き切りですね。で引き切りで押し切り、これが三徳包丁でやるだいたいよく使われる3つの切り方ですね。押し切りのメリットとしたら作業量が多かったら押し切りが一番楽です。力を使わないので疲れにくいですね。で後で牛刀の時に説明するんですけど、牛刀っていうのは押し切りがかなりやりやすいです。それもちょっと説明します。はい、では三徳包丁はこんな感じです。では早速次牛刀いきますね。では次牛刀なんですけど、牛刀と三徳包丁の違いって用途は全く一緒なんですよ。お互い万能包丁です。ただ形がちょっとシュッとしてるのと、牛刀は刃渡りがいろいろ刃渡りあるんですね。ちなみに今日使うのは24センチの牛刀です。もちろん18センチもあれば21センチもあればだいたい3センチ間隔であるんですけど、いろんなサイズの牛刀があります。じゃあその刃渡りによってどういうメリットがあるのかもちょっと説明します。さっき僕がやった押し切りですね。牛刀がなんで押し切りに適してるかっていうと、牛刀って刃渡りが長いことでこの押し切りっていう切り方をするときにここの切るとこの高さのここですね、ここが確保できるんですよ。刃渡り短いとそれが上げれるんですけど危ないんですよ。ちょっとやるときに切るときにちょっと怪我しやすいリスクが高まるので、刃渡りが長ければ長いほど怪我しにくくて、しかも押し切りがすごく切りやすいです。だからホテルで働いてる人とか料理人とか結構もうこういう切り方してるとこ見たことあると思うんですけど、こういう切り方をしたいからこういった刃渡りの長い牛刀って使われることが多いんですね。すごく楽なので。だから牛刀はこういった切り方をします。でちなみに牛刀は三徳包丁と一緒で押し切りもできるし引き切りもできるし突き切りもして大丈夫です。
まあ一応実際にちょっとやってみますね。まず突き切りで引き切りで押し切り、一応まあ牛刀と三徳包丁は基本的に変わらないです。はい、では次は薄刃包丁というのを使います。薄刃包丁っていうのはこれ今日使うのは鎌薄刃と言われるものなんですけど、こういった鎌型の形をしてて片刃なのが特徴です。で今回これ鎌薄刃と言われる、薄刃包丁の一種なんですけど、普通の薄刃包丁っていうのが、薄刃包丁といったらこういった長方形の四角い片刃の包丁を薄刃包丁と言います。で逆にこういった形の両刃の包丁ですね。両刃の包丁は菜切り包丁と言います。ちなみに菜切り包丁はさっきの三徳包丁とは使い方は一緒です。動かし方っていうのは。で今回すごく伝えたい内容の一つとして、この片刃の包丁の魅力っていうのを伝えたいんですけど、片刃の包丁っていうのは端から何かを切るとか抜くとかっていうのにすごく適してるんですね。その理由っていうのは、片刃の包丁って表面こんな感じで、裏面ってこれ平らじゃなくてえぐれてるんですよ。ここかなりへこみがある状態です。それが片刃包丁と言われる包丁の魅力の一つなんですけど、名前で言うと裏すきで、あとこの周りの縁のことを裏押しっていうんですけど、じゃあなんで裏がこういう状態になってるといいのかっていうと、ちょっと想像してほしいんですけど、例えばこのきゅうりを今みたいに小口切り、普通に切るとします。切った時に両刃の包丁だとこう入るじゃないですか。で片刃の包丁だとこう入るじゃないですか。で両刃の包丁だと左右をこすりながら入れてるんですね。で片刃の包丁っていうのはこの食材持ってる側ですね。持ってる側はこっちこすらずに切って倒していく側だけこするんですよ。そうすることで何がいいかっていうと、今みたいに小口切りする時、すごい細かいネギを切りたい時とか、すごく細かい繊細な作業をしたい時っていうのは、こういった片刃の包丁じゃないとそういった仕事ってできないんですね。その理由っていうのが今の片刃と両刃の違いっていうのにあって、片刃っていうのはこの、僕右利きなんですけど、この食材を押さえてる方は一切擦れないし動かないんですよ。両刃の包丁っていうのは切ってる最中にこの食材の左側の断面っていうのはちょっと斜めになるんですね。でも片刃の包丁っていうのは右にしか圧力がかからないので、左側はそのまま維持してくれるんですよ。で食材が美味しくなる秘訣って、いかに切ってる時に食材をこすらないかなので、片刃の包丁っていうのはこの裏押しと言われるえぐれてる部分があることによって、そこに空気の通り道ができて食材をこすりにくいんですね。だから片刃包丁っていうのは細かい仕事をする日本料理とかそういったのに使われて、そういった繊細な仕事にものすごく適してます。ただ1個デメリットとして、片刃包丁っていうのはぶつ切りには向いてないんですよ。こうまっすぐ、例えばこの大根ですね、大根とかをこのまま真ん中でぶつ切りしたいって思った時に、そのまま入れると絶対にこういっちゃうんですね。絶対にまっすぐ入らないんですよ。それが片刃包丁の一応デメリットです。なので片刃包丁っていうのは端から何かを切るとか剥くとか、そういった作業にものすごく適してます。はい、では早速この薄刃包丁でもうきゅうりを切っていきたいんですけど、この薄刃包丁っていうのは基本的にもう突き切りだけって思ってください。でちょっと持ち方も特殊で、突き切りする時は牛刀とか三徳包丁ってこのまま腕に対して包丁をまっすぐこうやって持ってたんですけど、薄刃包丁の突き切りっていうのはこういう感じでちょっと体も斜めにして、ここ絵尻っていうんですけど、柄のお尻の部分を絵尻っていうんですけど、この部分をちょっと出してあげるんですね。だからこう立った時に絶対絵尻が見えてるようにしてください。でこのままこういう風に突き切りをしていきます。で理由っていうのはその方がやりやすいんですよ。実際に腕と包丁をまっすぐにしてこう切るよりも、ちょっとずらしてあげてこう切った方が明らかに突き切りはやりやすいんですね。なのでこういったやり方をします。では早速やっていきます。はい、きゅうりはちょっとこんな感じなんですけど、ちょっときゅうりだと分かりにくいので青ネギでちょっとやってみます。では実際にやっていきますね。はい、一応こんな感じですね。今切った青ネギです。ただ本当にこういった細かい切り物ができると、なんか薬味だったりとかも味噌汁に入れたりとかすると本当に美味しくなるので、是非やってみてください。はい、
はい、では次は中華包丁での輪切りですね。まあ中華包丁っていうのはあんまり使う人いないかもしれないんですけど、一応ちょっと特殊な切り方するので伝えておきます。中華包丁っていうのはこういう形をしたかなり大型の包丁で、ここが弓なりになっているのが特徴です。この弓なりになっていることのメリットっていうのが、中華包丁の切り方って落とし切りっていうのをメインにやるんですね。落とし切りっていうのはこういう切り方を落とし切りっていうんですけど、落とし切りっていうのは包丁の重さを利用して切ることを落とし切りって言います。じゃあ今までの包丁なんでこういった落とし切りしないかっていうと、今までの包丁ってあんまり弓なりになってないんですよ。まあ三徳とか牛刀は弓なりになってるんですけど、包丁軽いじゃないですか。なので落とし切りには向いてないんですね。で落とし切りに向いてるのがこの中華包丁で、重さを利用してしかも弓なりになってるってことで、落とし切りでもかなり切れるような切り方になってます。で大事なこと、よく切れ味の悪い包丁を使ってる人でよくあるんですけど、包丁をこういう前後に動かすんじゃなくて、なんか上下に動かして切ってる人いますね。もう力ずくで、もうこういう感じで。これって切ってるじゃなくて、僕から言わせたらそれってもう割ってるんですよ。もう細胞ぐっちゃぐちゃです。断面もうぐっちゃぐちゃです。包丁っていうのはノコギリと一緒で前後にしないと切れない道具です。もう包丁はシンプルにノコギリだと思っていただけたらいいんですけど、一応顕微鏡で細かく見たら絶対に本当にノコギリみたいにこうなってるんですね。細かい粒子が。だから基本的に包丁をこう前後させたら絶対に切れないんですよ。それは切ってるとは言わないです。割ってるです。だから包丁の動かし方っていうのは絶対に前後に切るか、この包丁の R と言われるカーブを利用して切るかでしか包丁は基本的には切らないです。で持ち方なんですけど、いろいろあって、こういう感じで人差し指をこうやって出す人もいるし、もう持たない人もいますし、こうやって2本出してやる人もいますし、これは人それぞれです。好みの持ち方を見つけてください。僕はもう1個でここら辺に指を置いてる状態ですね。でそのまま落とし切りをしていきます。で一応コツとしたら、落とした時のこの反動でちょっと手首を上げてあげるんですよ。でゆっくりやるとこんな感じですね。このスナップを効かせるじゃないですけど、ちょっと手首の筋肉を柔らかくして、そのままこれちょっとだいぶ遅くやってますけど、こんな感じでやります。それをリズムよく切ってあげるとすごく楽に切り物ができます。ではやっていきますね。はい、今みたいな落とし切りじゃなくても、一個一個丁寧にこういう感じで、全然突き切りみたいな感じで切ってもらってももちろん全然いいです。なので一応落とし切りに適している包丁ってだけであって、突き切りもできますし引き切りも全然できます。はい、では中華包丁はこんな感じですね。はい、では一応ペティナイフもやっておきますね。ペティナイフはペティナイフっていうのは小型の万能包丁なんですけど、用途は本当に三徳包丁と一緒で何でも包丁です。ただ刃渡りが短くて小ぶりなだけです。なので一応さっき言った3つの切り方ですね。突き切り、引き切り、押し切り、一応何でもできます。何でもできるんですけど、押し切りには向いてなくて、それは刃渡りが短いからここの高さを確保できないので危ないんですよ。すごく切る時に指がすごいここ切れちゃう可能性あるので、ペティはそういった押し切りはできるんですけど向いてはいないです。でペティで向いてる切り方っていうのは引き切りで、引き切りだとめちゃめちゃ早くできるんですね。突き切りする場合はなんか丁寧に切りたい時とか、そういった時に突き切りは使います。でも基本的に物を連続で切る時っていうのは引き切りで、こういう感じでもう連続でずっともう楽しいぐらいにできますね。はい、これがペティナイフの魅力です。すごく早く引き切りに向いてるようなものがペティナイフです。はい、ではもう輪切りは以上ですね。はい、では次、半月切りといちょう切りの切り方のコツを伝えたいんですけど、ちなみに切り方は全く一緒なので、はい、半月切りっていうのはもうその名の通り、さっきの輪切りの半分の状態、半月の状態ですね。それが半月切りっていうんですけど、ではちょっと説明の前に実際やってみます。半月切りっていうのは最初のこうやって丸い状態から1回半分に切って、この形をもう半月の状態にしちゃうんですね。でそこから切っていくってことなんですけど、でこれコツというか効率のいい方法なんですけど、今みたいにこれ半分切ったらそのままこういう感じで2つ並べてこうやって切り進めた方が効率いいので、ぜひやってください。一応やっておきますね。
これが一応半月切りですね。はい。で押し切りのちょっと魅力の一つとして、押し切りっていうのは背の低い食材にものすごく適してるんですね。っていうのも押し切りってここの上げる部分ですね、ここの高さが低ければ低いほどすごくやりやすいんですよ。早くめちゃめちゃ楽にできます。だからこの押し切りっていう作業はものすごい適してるんですね。こういった背の低い作業を切るときには。なので是非覚えてもらうといいと思います。何より楽しいです。手が止まらないです。はい。では次はイチョウ切りですね。イチョウ切りも今みたいな感じです。イチョウ切りはシンプルにもうイチョウの形に似てるからイチョウ切りって言われるんですけど、もうイチョウ切りはこの半月の状態から半分にした状態、これをそのままこういう風に切ったらイチョウ切りになります。なのでイチョウ切りのコツとしたら、一回半月にしてそれをさらに2等分してこのような形にしてから横に並べて切るのが一番効率がいいですね。これも誰でも分かりますね。はい、はい、では次イチョウ切りですね。イチョウ切りはちょっと人参でやっていこうと思います。そのまま一回輪切りにして、で半月にして、でそのままそれをこういう感じで切るともうイチョウの形するので、そこからあとこうやって切っていくだけですね。で今ちょっと僕皮剥かなかったんですけど、皮は剥いてください。剥かなくてもいいですけど、お店で使う人は剥くようにしてください。ちょっと皮の剥き方紹介しておきます。中華包丁とか、他の包丁でも一応できなくないんですけど、中華包丁の皮の剥き方ってすごく魅力的で、一回今みたいに皮付きの状態で切っちゃうんですよ。でこういう状態にしてから、そっからこういう感じで皮を剥くんですね、中華って。これすごくいいですよ。僕このやり方すごい好きです。だからすごい楽しいです。だから別に他の包丁でも今のやり方できるのでぜひやってみてください。一応三徳包丁でもできるんですよ、こういう感じで。ただ三徳包丁では基本今みたいな切り方しなくて、三徳包丁とか牛刀とか薄刃包丁っていうのは一回皮を抜いちゃってから今みたいな切り方をします。はい、では一応切りしときますね。そのままこういう風に並べて、はい、これがイチョウ切りです。はい、以上。はい、では今回の最後、くし形切りですね。くし形切りっていうのは玉ねぎとかトマトとか、あとナスとかに使うかな、そういった食材に主に使います。くし形切りっていうのはご存知の通り、放射状にくし形のように切ることをくし形切りっていうんですけど、もう実際にやっていきます。ではちょっと実際にやっていきたいんですけど、玉ねぎとトマトちょっとそれぞれ切り方のコツがあるので、ちょっと2つともやっていきますね。玉ねぎをこういう状態にして半分に切ってもらって、でこの後芯を取り除くじゃないですか。芯を取り除く時ってなんかわざわざこういう風に切り込みで取ってる人いないですか？それってすごく無駄で効率悪いんですね。なので玉ねぎとかキャベツとか芯を切りたい時は1回4分の1にしてもらうんですよ。1回この状態にしてもらって、でそこからこうやって切ってもらった方がかなり効率いいです。なので今までこういう切り方してこなかった人は是非こういう風に芯を取ってみてください。キャベツも一緒です。ただこれはどういう料理をしたいかによって変わるんですけど、キャベツとかの場合ロールキャベツですね。ロールキャベツみたいにキャベツの葉っぱの大きさを生かして何か食材を包むために丸めたいとか、そういった料理だったら今みたいな切り方をしたらもう葉っぱごと4分の1にしちゃうので、そういった時はこういうちょっと面倒くさいですけど、こういった芯の切り方をしてください。はい、ではくし形切りですね。もうくし形切りはもうシンプルにはい、これがくし形切りです。これがくし形切りです。はい、以上です。ただ今みたいな玉ねぎをくし形切りする場合って、繊維に沿って今みたいにくし形切りをするのか、それとも繊維に逆らってくし形切りをするのかによって味の染み込みさとか、あと食感とか変わってくるので、そのくし形切りの方向とかはまた料理によって変えてください。では次トマトですね。トマトのこのヘタの部分をわざわざ頑張ってくり抜いてる人いませんか？それもすごく無駄で、トマトを湯むきしたいって場合はまた別なんですけど、もう基本的にただトマトを生の状態で扱いたい場合はこのヘタの部分はわざわざ取り除く必要なくて、切ってる最中に取り除けばいいんですね。なので一回このヘタの部分の横からそのまま半分に切ります。でその後またここのヘタの横からくし形切りします。でヘタを避けながらくし形切りします。でこういう状態になるじゃないですか。
で最後この1個のくし形切りのこのヘタの部分だけ取り除きます。であと半分のこのトマトをくし形切りにしちゃえばもうこれで6個のくし形切りができちゃいます。なのでこれが一番効率のいいやり方ですね。はい、では今日の切り方の4つは以上ですね。一応こんな感じで輪切り、半月切り、いちょう切り、そしてくし形切り、こんな感じでできました。で今回はこういった切り物がどういった切り物っていうよりも包丁ごとのそういった切り方、包丁ごとの扱い方について今日はお伝えしたかったので、今回はこの4つの切り方で終わりにします。で次回は乱切り、ぶつ切り、ざく切り、角切りで、角切りの中にあられ切りとさいの目切りっていうのがあるんですね。それは大きさによって変わるんですけど、それについても伝えていきたいと思います。あとレシピとかの表現の中に一口大に切るっていう表現の仕方あると思うんですけど、それもどういった切り方なのか紹介していきたいと思います。切り方本当に今日はごく一部でまだたくさんあるんですね。なのでこれらをもっと深掘りして解説していきたいと思いますので、是非今後ともよろしくお願いいたします。はい、それでは以上ですね。本日もご視聴ありがとうございました。今回のように包丁の扱い方とか料理のコツとか栄養のこと、あと調理師学校ではならないことですね、そういったことを発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。今後発信していく僕の動画の内容を見れば必ずあなたの料理の腕は上がります。なので他の動画もチェックしてくれるとすごく嬉しく思います。はい、それではあなたの人生がより良い人生となりますように。またね。バイバイ。